さあ変わりまして、もう卒業、それから新生活っていうこのお祝いのシーズンにもなってきますけども、やっぱりお寿司行きたいですねという人気のお寿司屋さんで、今日から春のフェアが始まっておりまして、中には一風変わったネタもあるようなんですね。北本さん。はい、今握っていただいているのは寿司界のキングとも言えるんではないでしょうか。大トロです。これはやっぱりちょっと特別な時に食べたい、そんなお寿司ですが、美味しそう。照りが伝わりますかね。いかがですか。とっても美味しそうな大トロです。そしてこれだけではなくて、ここには数多くの皆さん大好きなネタが並んでいます。もちろんお祝いの席に、そして例えば週末のお出かけにこんなところに来たら、その一日がスペシャルな一日になる、そんな場所です。今日お邪魔しているのはこちらです。札幌の手稲区にありますグルメ回転寿司の勘太郎さんです。このお店自体は2年ほど前にオープンをしました。もともと勘太郎さんは道南に4店舗、全国に25店舗を展開している人気店なんです。お店の中には大きなボードがあって、ようこそ勘太郎と書いてあります。これお店の方手作りのボードだそうで、函館のイカがここに描かれているんですね。これが出迎えてくれる、と言いますのも、やっぱり勘太郎さんっていうのは函館生まれだから勘太郎という名前がついていて、お店のスタッフの方も函館出身の方が多いのも特徴なんです。こちらのお店はボックス席とカウンター席がありまして、合わせて74席。そしてもう一つの特徴としては、このレーンあるものがないっていうのは福永さん分かりますね。流れてきてない。流れてきてないですね。じゃあなんかね、最近はでもこういうパターンなんですか。そうです。やっぱりそうなんです。このお店もまさにそれで、ネタはもう一切流さないっていうルールになっているそうなんですね。欲しいものはタッチパネルで注文したら、職人の方がその場で握ってくださるというスタイル、これをもう貫いてらっしゃいます。そして握ってくださるのが本日お世話になる、桑原さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ご出身は函館です。函館なんですね。やっぱりそうですね。なんかお店の中いろいろ見渡しても函館のポスターがあったり、函館愛があふれる、そんなお店の中なんですが、このお店の人気のメニューといいますと、まずこの一つのお皿に2種類違うネタがあるっていうのは、これ人気のセットなんですよね。このスタイルが勘太郎でとても人気。これ福永さん今美味しそうな顔してました。1個前のこれです。これマグロとしめ鯖。しめ鯖なんだ。そうなんです。しめ鯖も自家製で、このマグロの赤身もこの見た目からもう見ただけで美味しいっていうのが分かりますね。いや、分かります。やっぱりいっぱい食べたいから、いろんな種類食べたいから、一皿に2種類乗ってるってのは嬉しいです。少しずつっていうのはいいですね。そうですね。これもだってカニ味噌とカニの身っていうね、しかも食べ方軍艦と握りでっていうところで、これもまた幸せですね。そしてこのお店のこだわりっていうのはどういったところにありますか。はい、店内でさばいてるところです。寿司のネタ店内でさばいているからこそ鮮度いいんですもんね。もちろんね、ここもこのお店のこだわり。函館を中心に道内外の新鮮な魚を店内でさばいてらっしゃいます。そして忘れてはいけないメニューがあります。それがこちらです。マイワシになります。マイワシの産地は函館です。函館ですね。函館のマイワシは美味しそう。そしてやっぱり勘太郎さん、ネタが大きいというのを自慢にしているんですね。このサイズはカメラを通してもお分かりいただけますでしょうかね。一瞬シャリが見えないぐらいになっちゃうんですね。分厚いですよね、すごく。そうですよね。そして、このお寿司をつけるお醤油も、これもどこのお醤油ですか。函館の。こだわってらっしゃいますね。函館に一つある。そうなんです。醸造所の方、こういった入れ物に入ってるんですけどね、自家製醤油って書いてありますけれどもね、勘太郎さんに向けたオリジナルの醤油を作ってらっしゃる、ということでいただきますね。よいしょ。もうイワシ美味しそうイワシ。お刺身もね、だいぶポピュラーになってきたっていうかね。そうですね。美味しいです。近くにスタッフがいるんでしょうかね。身が一瞬ちらっとおでこだけが映りました。おでこにもちょっと今油が乗っておりました。今日はですね、7人体制でやっております。7人体制でみんなで力を合わせて勘太郎の魅力を伝えたいと思っております。このマイワシはまず食べた時の身がふわっとしていました。で、食べ進めていくとそのふわっとした食感がとろけていく舌触りに変わっていく。そして何より脂が乗っていて美味しい。
これはたまりません。この勘太郎さん、このお店、札幌のお店が2年前にできまして、力を入れてらっしゃる、この激戦区で戦うからこそ力を入れてらっしゃることがあります。それは何でしょうか？はい、季節ごとのイベントになります。実は今日から春フェアが始まったんです。はい、勘太郎春フェアの見どころ、今日は3本立てです。1つ目、親子コラボ、そしてホニャララサーモン、これ私今まで聞いたことがなかったんですが、ここでしか食べられないサーモン、そして上から上から目線じゃないですよ。3文字ですね。違いますね。上からマリコでもないし、違う。違う。さあ一体何なのか、これは4時台5時台の中継で見ていきます。まず親子コラボから参りましょう。小原さん、一皿お願いします。はい。今日から始まりましたこちらのメニューなんですが、今握ってらっしゃるのは何ですか？サクラマスになります。サクラマス、ちょうど海に出て油を蓄えて戻ってきたサクラマス。親子ってことはこれに乗るのは？はい。もちろん。オープン。マスイクラですね。美味しそう。ちゃんとカメラの前で止めていただいてね。ありがとうございます。見せてくださって美味しさすごく伝わりましたね。はい。ありがとうございます。私も止めます。止めた。こんな感じで。上手。美味しい。輝いてる。ちょっとイクラの粒が少し小さめなのが特徴なんですが、だからこそこの粒々の感じが楽しめるというのも特徴なんですよね。大葉が乗っていますから、なんか彩りも素敵ですね。ではこれもいただきますね。サクラマスもやっぱり桜って名前がついてるだけあって、この時期に取れるからサクラマスっていう名前がついたという由来がありますが、一番美味しい時期です。いただきます。皆さんサーモンはお好きですけどね、やっぱりこの時期サクラマスっていうのがなんか豪華でいいじゃないですか。より春を感じられそうですよね。このサクラマスのいい脂身をプチッと弾けるイクラ、これがなんか包み込むような感じ、口の中で本当に上品に仕上がります。美味しいですね。これが、いわゆる親子コラボってご紹介しましたが、これだけではなくてもう一つありますね。こちらですが、これは何でしょう？そちらはニシンと数の子の親子の握り。ニシンと数の子、これ海苔で巻いてるんじゃないんですね。はい、そちら大葉になってます。大葉、これもちょっと一ついただいていいですか？レモンがついてるってことは、ちょっとレモン絞ってお好みで。お好みで、はい。じゃあ私絞ってみようかな。ちょっと大葉でさっぱり、さらにレモンでさっぱりって感じですかね。おしゃれ。いただきますね。ニシンの握りとか数の子の握り、軍艦とかいろいろありますけど、同時に食べることってあんまりないですよね。このタイプの親子はなかなかないですね。これは美味しいでしょ。まず食感が楽しいですね。ニシン自体も少し歯ごたえがありますけれども、それを超えるコリコリとした歯ごたえの数の子との相性がまたいい。レモンかけたらなんでしょうね、エレガントになる。伝わりますかね。さっぱりとするんですが、大葉だけではないさっぱり加減で、美味しいです。なんかもう春を満喫している感じがあります。勘太郎春フェアの見どころ3つのうち1つ目、親子コラボご紹介しましたが、もう1つホニャララサーモンって、これは本当に聞いたこと私はなかったんですが、これ油野さんが当てたいって言ってますけど。そんな。油野さん、何サーモンですか？なんでしょう。これ見ただけじゃ分からない。なんかヒントとかないですか？だいぶ難しいですね。体にいいものを食べています。体にいいもの？草サーモンとか、なんか薬草とか。いや、もうちょっと言い方あるんじゃないですか。正解は何ですか？正解は。薬草サーモンね。桑原さん、ちょっといい線いってますね。何サーモンですか？はい、薬膳サーモン。薬膳サーモン。薬は合ってた。じゃあ欲しいんじゃなかったですかね。薬膳サーモン。これ薬膳食材を食べてるっていうことですね。そうですね。ちょっとこちらに皆さんがイメージするような薬膳料理に使われる食材、ちょっとイラストで写真で出したんですが、でも本当にこういったものを食べてるんですね。こういったものを餌の中に入れてるっていうこと、さらに他にもオリーブオイルも餌の中に混ぜているということで、人が食べて健康的なものはサーモンも食べて健康的だろうということなんですが、実際味に変化は出るんですか？さっぱりと。さっぱりとする、誰でも気軽にいただけるような感じになってます。そうなんですね。でも実際に味だけではなくて、薬膳で育てられたサーモン、栄養面でも違いが出るそうなんですね。
アンセリンという成分が含まれていて、痛風などの原因となる尿酸値の上昇を抑えることが報告されているそうで、いわゆる機能性表示食品として認められています。これはサーモン業界初だということなんですね。いやでも回転寿司なかなか体に良さそうなこいサーモンだね。そうなんですね。しかもこれ大雪山系の山のふもとで育った養殖のサーモンなんですが、養殖のサーモンというとちょっとこう脂がかなり乗っているイメージがありますが、薬膳をね食べてるからこそっていうことでちょっといただきます。まあさすがにお味までこうなんか薬膳特有の香りとかするんですかね。ああいうことはないんだ。どうなんですかね。まず歯ごたえが違いますね。歯応歯を入れた時に少し弾き返してくる弾力感がある、で確かに脂身は少ないです。あっさりとサーモン本来の持っている旨味を楽しめる感じ、で福永さんが言ってた薬膳食材の味というのはしないですね。これはしない。じゃあ食べやすいんだすごく。本当にあっさりとしたサーモンです。そしてこのお店はこの店内で到着した魚をさばいているからこそ、美味しいとお伝えしましたが、だからこそネタにできない部分というのが出てくるんですね、そういったものを楽しんでくださいということ。ありがとうございます。持ってきていただきて笠井さんありがとうございます。なんかはみ出しちゃってないこれだ。見えてますね。なんか気になりますね。こちらです。うお、すごいお頭付きだ。こちらは何ですか。はい、そちらは薬膳サーモンのあら汁になってます。サーモンのあら汁、しかも薬膳サーモンなんですね。これもちろんその日注文した状況によって何が入ってくるかは、どういうの部分が入ってくるかは変わりますけれども、この豪快に盛り付けるスタイルというのは変わらないそうなんですね。で先ほど私いただいたんですけれども、上質な脂はもちろん薬膳サーモンにもありまして、それが少し出てまして、味噌との相性抜群ですね。とっても美味しいです。もうあら汁なんですが、身もたっぷりと入っております。これで380円だったらいいですね。ね、お得です。さて春フェアの見どころ、今日から始まりましたが、親子コラボ薬膳サーモンとお伝えしました。残るは上から何なのかというのは、これ5時台のお生中継でお伝えします、そしてもう一つ5時台に登場するのが、福永さんがお好きですよね、光り物。光も好きです。これもですね、そうですよね、この春フェア限定のメニューが登場してますので、また呼んでください。またこう種類の違うものが一皿で食べられたりするのかどうなんでしょうね。ちょっと本当にもう春のフェア限定ってもうですね、この時期しか食べられないということで、私は光物って言いましたけど、油野さんなんか好きなネタあるんですか。サーモン好きなので、また桜マス食べてみたいなって思いましたね。回転寿司で桜マスとか薬膳サーモンとかね、そういったものも食べられるっていうね。また後ほどお送りしましょう。札幌手稲区下手稲通り沿いにお店を構えるグルメ回転寿司勘太郎です。道南に4店舗、そして全国に25店舗を展開している人気店。ここからこの時間も生中継でお送りします。こんにちは。いらっしゃいませ。はい、ありがとうございます。声を揃えていただきました。温かく迎え入れてくださるこちらの勘太郎手稲店ですね。で、ここはやっぱり勘太郎函館生まれっていうところもありますから、例えば春江山つつじ祭りって書いてありますね。下は夏函館の花火大会、こういったポスターが至る所にありまして、ちょっとこう函館愛にあふれるような、そんなお店で、握っている桑原さんもご出身は函館、ということですね。この時間もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さてこの時間、先ほど握っていただきましたこのメニューをご紹介したいと思います。今日からこれ札幌店限定なんですが、始まりました春フェアで、この3種のいいですね、お寿司美味しそう、何が乗っているかと言いますと、まずこちら側からイワシイワシですね、産地は函館です。函館、先ほどいただきましたが、歯を入れた瞬間はふわっと、そしてそれがとろけていく感じになっていく、脂も乗っていてとても美味しかったです。そして真ん中にありますのが、そちらも道内産のニシンです。ニシンですね。そして福永さんが先ほど気になっていましたが、これですね。自家製のしめ鯖になります。しめ鯖、これが自家製なんですね。自家製だとやっぱり何が違うっていうところなんでしょうね。時期とものによって締め方を変えれるところをですね、が大きいんですね。毎日仕込み作業していらっしゃるということですから、
それこそ本当に油の乗り方によって変えたり、あとその日の気温や湿度によっても少し変えていくとはいありおっます。しゃっていましたので、もうネタでシャリがくるめちゃうぐらいの感じですよはい、ね。大きいですよね。美味しいです。カンタロウの特徴でもありますが、ネタが大きい、はいそしてお醤油の作っているところも、函館です。はい、これはカンタロウオリジナルのお醤油だそうです。ではいただきます。しめ鯖はね、私の父親の福永博明の大好物でございました。そうなんですね。だから反応されてたんです福ね。永メモでした。お父様によろしくお伝えください。ありがとうございます。恐縮です。もう福永さんのお父さんはどんな感じのしめ鯖がお好きでいや、すか？それいいしめ方は。うちの親父のことはもういいです。もうしめ鯖なのに何でも好きみたい。他のまあでもちょっとあんまり酢がきついのは。ちょっとそうなんですね。これ一つ一つやっぱりちょっと味が締め方によって変わってくるっていうことですが、このお店の締め方として私いただいた感じはどちらかというとこう甘みがある感じで、酢がツンとする感じはない。ないです。これはとても食べやすくて美味しいです。どの世代の方もみんなお好きでしょうね、この味はね。そうですね。はい。さて、この札幌店限定ではありますが、今日から始まりましたこの春フェアですね、春うまいもん祭りに関してはこれだけのたくさんのメニューがあって、ちょっと気になると思うんですけど、真ん中に芽ネギですね、これね。はい、芽ネギになります。で、周りこれ包んでるのはサメガレーってカレーになります。すごい食感がまたきっとネギはシャキッとしてて、はいサメガレーはちょっと油のあってもちっとした。もちっとした、これもまたちょっと贅沢な一品、ネタをこういったものもありますし、海苔のように使うって4時台の中継で、ね、すごいですね。4時台の中継でご紹介しましたが、桜マスとマスイクラ、さらには同じ色に見えてお隣にあるサーモンですの近くにある、はい、このサーモンは、ただのサーモンではなくて薬膳サーモンになります。本当に薬膳料理に使われる食材を食べて育ったサーモンだからそうです薬膳サーモン、そうですしかも、養殖のサーモンだけれども脂が強いわけではなくて、あっさりさっぱりとしている、はい。はい、という健康的なサーモン、そうなんですね。さて、はい、春フェアの見どころ、はい。こんな感じです来た。親子コラボ、そして薬膳サーモン、最後です。上から油野さん何だと思いますか？上からほにゃら上から当てちゃって当てちゃって。上から降るよ。何かが降ってくるよっていうことなんでしょうか。まさかの答えでしたねこれ。 3文字です。降るよ降るよ三文字です。三文字があってりゃいいってもんじゃないんですよこれ。いきましょうかね。はいはい、それでは何のメニューかお願いします。はい、こちら通常の茶碗蒸しこになりれ茶碗ます。蒸しですね。茶碗蒸しに何かが降るよ、何かが降ってくるよ。はいさあ何が降ってくるか。それではお願いします。何が乗っかってくるかというと、これはおー輝くここにもイクラ、マスイクラを1、2乗せました。たっぷりと乗せて、うわまだいく3おこれ通常の量ですね。はい、通常で行かせていただきます。結構いきましたね。横から見ても溢れてくる感じがわかります。いや見えますスプーンありがとうございます。はい合わせて。うわすごい。ちょっとこの茶碗蒸しのプルンプルン加減でこのイクラもちょっと揺れてるのがわかりますか？はいとっても美味しそう。豪華だこね。の組み合わせはなんとも食べたことない贅です沢です。もうあちょっと一口でこれだけイクラいくのはどうかって感じの話もあるかもしれませんが、いただきますね。あああ。一応上から降るよも正解は正解でしたね。そうでしたね。かっこいくらがでしたね。正解でした。どうですか。美味しい。茶碗蒸し自体が本当に上品にとろっとした舌触りなんですね。はい。とろけていく感じだからこそ上のプチッと弾けるイクラとの食感のコントラストがすごく美味しい。はい、ありがとうございます。これはたまりません。こういったお寿司だけではなくてサイドメニューも充実しているというのがカンタロウの特徴でもあります。カンタロウ手稲前田店で今日から始まりました春フェア、今月末までを予定しているということですね。はいそうですまさにこの時期にしか食べられないものがたくさん揃っています。お祝いシーズン、ぜひお出かけいかがでしょうか。中継でした。いやー週末はもうちょっとこれ回転寿司の口になってきちゃいましたこれね。そうですね。しかも店内もちょっと青っぽいライトで海の中でこう食べてるような感覚にもなれそうですね。その雰囲気もまたいいですよね。うわもう上からのこのイクラも食べてね。まさか今春ならではのメニューもいろいろ出てるようですね。以上お伝えいたしました。